どうもこんにちは、川口の健です。先日クッキーさんに靴を作りまして、クッキーさんに靴を作った動画とそれを解説する動画とアップしたんですが、今回がクッキーさんシリーズ最後の動画です。クッキーさんに作った革靴のこだわりを話したいと思います。一足一足手間暇かけて作ってるんで、それぞれ思い入れがあります。デザインどんな風にしようかなとか、どんな風に作ったら喜んでもらえるかなとか、いろいろ考えてやってるんですが、今回クッキーさんにはどういうこだわりを持って作ったのかというところを結構マニアックになっちゃうんですけど、解説していきます。クッキーさんに作った靴はこんな靴です。黒いクラシックめのデザインの靴ですね。どんな靴にするかクッキーさんと話し合ったんですけど、テリッテリの黒い革、昆虫の背中みたいな艶のある黒い靴、キャップと穴飾りありだけど抑えめ、丸っこい感じ、短パンでもスーツでもいけるようなちょっとカジュアルめな感じ、それと少し足が大きく見えるような感じということだったんですね。キャップ等というのはつま先にキャップのように革を重ねたデザインのことです。こんな感じです。それと穴飾りというのはここにポツポツ穴が開いてますね。革に穴を開けて装飾をすることですね。それとクッキーさん結構ねがたいいんですけど、それに比べて少し足が小さめで、普段は少し大きめな靴を履いてるということだったので、今回はクッキーさんの足にはぴったり合わせつつ、少し見た目大きめに見えるような工夫をいろいろ凝らして作りました。箱にはラベルを貼ってまして、こんな風に書いてあります。ブラックセミブローグフォークッキー、ネイボックスカーフ、ダブルソールストームウェルトといろいろ書いてあるんですけど、まずこのセミブローグというのはデザインの名前で、こういう革の重なりとか穴飾りも含めて、こういうデザインはセミブローグと昔からね呼ばれてます。なのでこの基本的なデザインっていうのは非常にクラシックなんですけど、そこにいろんな個性を盛り込んでデザインしました。で次、アノネイのボックスカーフなんですけど、テリッテリの黒を実現するためにフランスのアノネイ社という結構高級な革を作ってるメーカーなんですけど、そこのボックスカーフ使いました。ボックスカーフというのは簡単に言うと、表面に艶を出した革ですね。この革をしっかり磨いて昆虫の背中みたいなテリッテリの黒にしました。で次はストームウェルトです。ストームウェルトというのはウェルトの種類の一つなんですけど、まずウェルトというのはこうしてこの靴の周りをぐるっとギザギザが回っているのが分かると思います。これはハンドメイドの靴にとってすごく重要なパーツなんですけど、今回使ったのがストームウェルト。このストームというのは嵐という意味ですね。悪天候に強い機能を持ったウェルトです。ウェルトを拡大するとこんな感じで、このアッパーとソールの境目がポコッと膨らんでるの分かりますかね。ストームウェルトというのはこのウェルトに少しね突起がついてるんですね。これが意外と大事で、このストームウェルトがアッパーとソールの隙間を塞いでくれて、ここから水が染み込んでくるのを防いでくれると言われています。実際この靴にとってはその機能よりはデザイン的な方が大事で、このストームウェルト使うとこのポコッとしてるのがねぐるーっと靴の周りを巻くので、その分少し足が大きく見えたりとか、少しカジュアルな雰囲気になるのに一役買ってます。次はダブルソールですね。ダブルソールというのは言葉そのまま靴底が二重になってます。この写真見るとソールが層になっているのが分かりますね。上からウェルト、ミッドソール、アウトソールです。このミッドソールとアウトソールというのがそれぞれ革で、これを2枚合わせて靴に縫い付けることで耐久性が高く頑丈なソールになります。でソールを2枚貼り付けるので厚みが結構厚くなるんですね。 1.2 センチぐらいかな。なのでデザイン的にもボリュームが出て、さっきのストームウェルトと同じく効果を発揮します。それと足を大きく見せるポイントとしては木型もあるんですけど、この木型というのはもちろんね足に合わせます。なんですけど少し余裕があっていいところ、むしろ余裕があった方がいいところっていうのがこのつま先から前部分、この部分は少し皮を持ってボリュームを出して、実際の足よりは少し大きめに見えるようにしました。このつま先のあたりは他のところでしっかり固定してると余裕があっても大丈夫なんですね。むしろ余裕があった方がいい場合も多いので、今回はそういう木型にしました。でそうやってボリュームを出して足を大きく見せる効果プラス、このクッキーさんの好きな少し丸っこい形状にしました。ウェルトの上部を見るとギザギザしてるのが分かるんですけど、これファジングとか目付けとかって言います。でよく見るとここ縫い目があるんですね。これさっきのアウトソールとミッドソールを縫い付けてる糸なんですけど、これと同じ感覚でギザギザも入れてます。もともとウェルトに入ってたわけじゃなくて僕が入れました。これがね結構粗めの感覚で入ってるんですよ。なのでこうやって見た時にパッと見でねソールのギザギザが結構見えますよね。これによってソールの存在感があって、これも同じですね。ソールにボリューム感を持たせて足を大きく存在感のあるように見せるというポイントの一つです。ちなみに革の断面もギザギザにカットしてあるんですね。なので
これと合わせて全体を見た時の一体感みたいなのがあると思います。ソールはアンティーク家具みたいな茶色に染めて、つま先には真鍮のプレートをつけてます。こんな感じです。この真鍮のプレートっていうのはね、ダブルソールの靴っていうのは結構履き始め特に硬いんですよ。そうすると歩くとどんどんね、つま先ばっか削れちゃうんですね、こうやって。なのでそれを防ぐため、削り出しの真鍮プレートをネジで固定してあります。もちろん削れ防止っていう機能もそうなんですけど、何よりねかっこいいです、はい、こうやってソールの断面から見るとね、このアッパーの黒とソールの茶色と真鍮の金色がね、よくマッチして入るんですよね。ゴージャスな感じです。この靴ひもを通す穴、この丸いところですね、これハトメとかアイレットと呼ぶんですけど、今回は外ハトメという金属リングをつけました。この外ハトメはね、カジュアルな靴とかブーツで使われることが多くて、あんまりこういったドレスシューズっぽいデザインの靴には使われないんですけど、今回はクッキーさんの好きなバイク系のファッション、ロッカーズとかのライダースジャケットとかの武骨で男らしいような雰囲気に近づけるために外ハトメをつけました。それとその上、ここにちらっと覗いてるベロなんですけど、穴飾りがね白くなってます。他のところを見ると穴飾りの裏はね黒いんですよ。なんですけど、この場所だけ白になってます。これはベロの裏から白い皮をここだけ当てて白く見せてます。これもハトメと同じくライダースジャケット白のペインティングがしてあったりとかね、バイクにワンポイントで白を入れたりとか、そういうところをオマージュして黒に白のポイント使いをしてみました。こういうねちょっとしたところ履いてる人にしか分かんないんですけど、こういうところが靴を履くときに地味にテンションを上げてくれるポイントだったりするんですよね。クッキーさんどうですか？で最後にシューツリーです。シューツリーはね靴の中に入れて形を保つ、服でいうハンガーみたいなもんなんですけど、この靴専用に作ってます。今回はこんな感じで渋くダークブラウンに塗装して黒い紐と真鍮リングをつけました。このシューツリーが入ることでね、靴の風格もワンランク上がってさらにかっこよく見える気がします。で靴の中敷きには僕のブランドティッシュザワーク黒の革に金色で白押しを押してあります。ということで、これを靴袋にしまって箱にしまって、これをスタジオに持ってってお渡ししました。事前の試着もなくスタジオ本番一発で履いてもらってどうかっていう感じだったので、めちゃめちゃ緊張したんですけど、なんとか大丈夫で本当に安心しました。これがその後楽屋で履いてもらったとこです。足入れる時にシュポッて音もして、で履いた感じもぴったりと言ってらっしゃったんで、本当に良かったですね。触った感じもまあ上々という感じで、リモート採寸だったり仮靴なし一発本番っていうこともあって、もうちょっといけたかなという感じはしたんですけど、おそらくクッキーさん史上一番足には合ってる靴なんじゃないかなとは触った感じで思いました。この履いた感じ、ベロの白がねよく生えてますよね。もうちょっと目立たないかなと思ったんですけど、意外とこう目立ってくれて、これは良かったですね。はい、ということでこうやって貴重な機会をいただいてやらせてもらったんですけど、僕はまだ全然靴職人としてはまだまだ未熟なんですよ。でね、信じられないくらい上手い人たちがたくさんいて、本当にその人たちの作った靴を見れるのがね幸せなんですよね。でその人たちの靴を見ながら早く追いつきたいなと思って試行錯誤しながら頑張ってるところです。もし今回の動画で革靴に興味持ってくれる方がいたら、オーダー靴もちろんなんですけど、オーダー靴までいかなくても普段よりちょっといい靴をね履いてみてほしいです。今はね以前に比べて外に出る機会も減ってると思うんですけど、だからこそ少なくなった外出の機会をより楽しみになるような方法の一つとして革靴っていうのはねすごくおすすめなんですよね。手入れすれば本当にもう10年20年長く履きますし、さらにね自分の足に馴染んだ靴になってくれるっていうのがもうお金では買えないんですね。長く履いて自分の足に馴染むことと、その靴を履いて過ごした思い出っていうのはすごい大事だと思います。でこれはね女性の方にもおすすめで、僕は姉の靴とか妹の靴も作ってるんですけど、女性の靴の楽しみとしてパンプスとかハイヒール、サンダル、スニーカーとかだけじゃなくて革靴っていうのもすごいおすすめです。そういう靴とはねまた違った魅力ありますし、いい靴履いてるね女性の方見るとおって思いますからね。なんだろうあの靴、なんかおしゃれだなって思うので、男性の方だけじゃなくて女性の方にも革靴が広まってくれると嬉しいです。こんなハイテクな時代ですけど、古くから作られてる革靴履くっていうのもなんかねノスタルジックで、そういう面でも楽しいと思います。ということで本日の革靴の件でした。ではまた。